はい、皆さんこんにちは。乃木坂新チャンネルでございます。12月はやらなかったんですか？ですね、1月がやりませんでした。そうですね。はい、すいません。お正月明けから1月ですね。お正月年明けからそうですね。はい、1月にかけてちょっとバタバタバタっとこう、はい、お休み明けに献立が変わってそのままザラザラっていくので、ちょっと試食会動画とかを撮る余裕がなくてですね、一回飛ばしてしまったんですが、1月に来ていただいたお客様の皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい。今月からまた新たにスタートして、はいいきたいと思いますと。今月も。まあそうは言っても旧正月はね過ぎたばっかりで、そうですね。はい。で節分を過ぎて本当にこう年明けなのかなというか、新春なのかなというなんかイメージがいつも僕はあって、なのでここからまたさらにこう気持ちを新たにする。そうですね。はい。12月はバタバタバタっとしたところの反省会を1月でして、2月からこうまた次の目標に向かって頑張るという形でおりますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今年はなんか多分またいろんなことを皆さんにお伝えすることがあるかもしれませんので、それも合わせてYouTube ご覧になっていただけるとありがたいですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで試食会、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではまず1品目です。ですね、1品目はですね、フグの白子、それを炭火で炙って、で下がすり流しです。で今回はカリフラワーと玉ねぎのすり流しになってます。いただきます。今回も一切お出汁は入れてません。なんかイメージとしてどこをどうやって強調させたいとか、どこにフォーカスした料理なのかとか、なんかそういうメッセージ性とかをやっぱり感じたいなって思いますよね。本当試食って大事だなと思います。はい、すごく美味しいですけどね。なんだろうな。ぜひ本番はどう変わってるか、またそれもお楽しみにしていただきたいなと思いつつ、焼かない方がいい。白子で、カリフラワーと玉ねぎの比率が玉ねぎがちょっと強いと思います。気持ち。そっか、それですよか。じゃあ本当はですね。まだカリフラワーってすごく淡いんで、その淡さと香りと甘みを出すのに。やっぱりそこを強調させる分ではもう少しやっぱ玉ねぎを抑えた方がいいと思うっていうのと、あと白子は焼かずに僕はでもっとちっちゃくしてもいいけど、でもそうですね、コロコロでもいいんですけど、要は大きい塊をドーンじゃなくて、でも1個塊でドーンでもいいと思います。蒸したのを置いてその上にやっぱりしっかりと塩は置く。なるほど。白子ですね。そうしないとそこが割れると周りのカリフラワーのクリームと合わさってまた違う味わいになるので、無理にこうだから逆に言うとその白子を強調してここに置く必要がないかなって思ってて、中に白子を入れて上からすり流しかければいいんじゃねえぐらいの、そうだから緩やかなところとしっかりしたいところと、コクを出したいところと香りを出したいところのその強調ポイントのメリハリがないので、もう少しそのメリハリをしっかりつけないと、よいしょ。せっかくのあれですね、なんか白子ばっかりが、いやそういうわけでもないんですけど、でも
の辺の黄身の濃度の感覚とかも自分たちでちゃんと見といてね。最初すねりもかけようかなと思ったんですけど、かけた方がいい気がするなちょっと待って、まあ、これだけ食べてみます。まずもしあります。すねりは仕込んでます、一応これだけでいただいてみます。なんか嫌な予感したんで、大丈夫嫌な予感っていや違う、変な意味じゃなくて、いろんなことで対応できるようにっていう。はい、じゃあ2品目でございますはい。ですね、続いてはイイダコですね。飯田さん大好きなイイダコ。はい、僕も大好きなイイダコです。イイダコと春野菜、全部ねまだ栽培ものなんですけど、タラの芽、ウルイ、コゴ、それとセリですね。セリは根付きのもので、やっぱり根が美味しいので、で今回は黄身酢でご用意しました。はい、います。はい。根っこ美味しいです。セリはで根っこがないと、もう価値が半減します。けど結構根っこ切って捨てちゃってるところがあるんですけど、セリ鍋とかやったら絶対根っこあった方が美味しいです。そうなんです。はい。僕もそれはトビさんに教えてもらいました料理人なのに一応お野菜は全部おひたしにしてるので、なので下味はありますんで、黄身酢で食べてもらうっていうよりは黄身酢で味の変化つけてもらって食べてもらうっていう感じでいいのかなと。でイイダコの方も味はしっかり入ってるので、なのでその黄身酢をつけることによってさっぱり召し上がっていただきたいなという。なので結構しっかり酸味は効かしてますけど、甘みも一緒に入れてるんで、多分酸が弱い方でも召し上がってもらえるかなと。こごみも出していただいてますか？だしにつけてます。ここみとタラの芽はだしにつけてます。炊いてるっていうよりは、全部つけてます。おひたしですね。もしあれだったらちょっと考えたのが、それこそタラの芽とかこごみとかどれかその油で揚げてもいいのかなでも思いました。タラの芽とか逆にも素揚げにしたのをそのままつけてもいいのかな。そうですね。これでも十分美味しいんですけど、石田さんのおっしゃったように全部おひたしじゃなくてメリハリをつけた方がいいのかなと思うので、こごみは逆に地につけないで湯がくだけとかでいけるんだったらそれでもいいかなっていうのと、なるほど。なんか結局そのおひたしにすることでそのおひたしとしての美味しさはあるんですけど、そのものの香りがそのお出汁とかの香りで先に持ってかれちゃうので、それはこごみはそのままで、タラの芽揚げるんだったら揚げてもいいかなって思います。はい、わかりました。どうしましょう。すでに足します。いや、足してもいいとは僕も思うんですけど、すでに足したらもう器もこれじゃなくなりますねって思う。器はそうですね、もうちょっと深めのものになりますね。後ほどご相談。はい、わかりました。ありがとうございます。今すべてここで話しちゃうとお客様のお楽しみがそうですね。いかん失礼しました。待っててくださいね。すみません、意地悪で僕。はい、お椀が今日は甘鯛ですね。はい、具地です。白具地。結構王道的な。はい。白具地と下が亀甲の形に切ったカブです。聖護院かぶら。はい。で菜の花。もう本当に今回はシンプルに。はい。かぶらの炊き方もうちょっと手前ですね。はい。ですよね。はい、手前です。さっき盛り付けしてる時にそれは伝えました。柔らかく炊きすぎてるからやっぱかぶらがボロって亀甲が崩れてるんで、そこは修正しないと。はい。はい。
なんかすごく王道のお椀なので、はい、普通に美味しいです。その株の部分ですかね。この姿勢と、はい、無地にもうちょい塩当ててもいいかもね。はい。っていうぐらいですかね。まあ、そんな微妙なもんだと思うんですけど。はい。わかりました。最近でも意図的に少しお椀のお出汁の量は少なめにしてますよね。ちょっと弱めにはしてます。お腹いっぱいになっちゃう方。そうですね。出汁が、液体は結構後に来るんで、あんまりこうたくさんにならないようには。作り一品目ですね。はい、キニラののりあえで、それに、赤貝とアオリイカ合わせてます。はい。これちょっと顔まで伸ばしちゃっていいですか。川村、これ前自分でつけた味見とき。で春ももりで春もあれで味見しちゃって。今回はいつもはちぎった海苔をそのまま和えるんですけど、それを和えちゃうとなんかどうしてもなんだろう、こう黒い海苔のところがこう、塊が変にこう混ざっちゃうというか、はい、全部なんかその黒いのがついちゃうっていうのがイメージがあって、はい、で今回ちょっとそのもう粗いのにしたのを和えてみました。その方がもともと液体を含んでいるので変にこうなんだろう食材にひっつかないんで。はい、なのでこうなんか海苔のところとちゃんとアオリイカ、赤貝、キニラっていうのがちゃんと明確に持った時に見えるのかなと思って。ですだちとでキニラのところには少しだけ濃い口を落としてます。はい、ちょっとわさび入れたら。今回そうですね。わさび使ってるのが茶蒸しぐらいもんな。ちょっと、少し、こう入れてみてると。はい。あれちょっとわさび持ってくる。ちょっとね。そうですね。入れすぎだけ注意で。はい。お作り2品目がですね、金目鯛です。で金目鯛は、昆布締めにしてから、藁ですね、藁で炙ってます。で、上から入り酒のゼリーですね。これいつもうちでやってる仕立てなんですけど、で今回も1回ちょっと昆布締めにしてから味わってみようかなと。入り酒のお酒はいつものやつですか？
入り酒のお酒がちょっと待って確認します。で手前がわさびです。花わさびです。いきます。はい、あれ今取ってなくて、もう料理酒で今回は一応作ったんですけど、また用意します。お、来週までには頼んどくよ。3本ぐらい頼んどいたらいい？とりあえず。まあ変わらず。はい。まあ、やっぱり普通の料理酒だと少し入り酒が甘くなりすぎるかなっていう感じがあって、やっぱ木本とかああいう山ハイとかだともう少し酸が出ると思うんですよね。その辺がやっぱり金目鯛の油と一緒に食べるときに結構キーワードになるのかなって思うので、全体的にそのなんて言うんだろうな、金目鯛の油とか美味しさとその入り酒がこうなってるんだけど、なんかできれば金目鯛と入り酒のゼリーのその甘み旨みとその酸味のバランスでなんて言うんだろう、丸じゃなくてなんか四角というか、ここの角が3っていう、そうグッとこうピシッと輪郭が定まるっていうか、そうそう、酸味で味とのメリハリを含めて、だから味のまとめ方って常に円だけじゃなくってなんか三角もあれば四角もあるっていうか、三角の時だったら例えばそのまあでも四角じゃなくて三角でもいいと思うんだけど、であればこことこことここの角をやっぱピッとしないと三角に見えないじゃん。四角もそうじゃん。四角にしようと思ったらそこの角をしっかりきちっとしないと見えないから、そこがポイントっていうことになるんだと思うんだよね。それを全体の調和とさせて丸くさせていくような料理っていうのは1品目のすり流しとかは割とそういうタイプなのかなと思いつつお皿の上のゴールとこう口の中で食べてる時の感覚とっていう表現でいうと、はい、そんなイメージです。はい、すいません。和える時ですか？そう、和え物を和える時のポイントってなんだろうって、多分みんな和え物っつって和えといてって言うけど、多分みんな和えといての感覚違うと思うんだよね。はいはいはい。そうですね。だからどう和えるかっていうのをちゃんと伝えないといけない、ね。そうそう、細かく言えばねって。そうですね。しっかり和えて和えるべきなのか、和えすぎないべきなのかとか。そうですね。そのものの味とかいろいろなものを表現しようと思った時にどう和えるべきなのかっていう、逆に言うと食材に対してとかだったら上に白あえ衣だけを乗せてね、お客様のいい塩梅であえて食べてもらうっていうような感じっていうのもするじゃないですか。はい。まあ結果どう表現したいか、どう食べさせたいかとかにもつながると思うんですけど。8寸です。はい。今回の8寸はですね、コロッケを、松葉ガニのコロッケをメインとして考えてます。はい、であしらいが、花豆と、その手前つぼみ菜ですね、はい、はくるみ酢、くるみのペーストにお酢を合わせてでくるみ酢和えにしてます。はい、で二物がですね茶碗蒸しですね。はい、陽太郎さんの器が来たので、あん肝の茶碗蒸しです。で白あえが、エビ芋、はい、去年からやってますけども、ちょっと芋の白あえっていうの珍しいんですけどを合わせてます。芋はだしで炊いたもの。今回はあえたんですね。今回はあえました。あえて。はい。はいはい。ます。ありがとうございます。
といてもらっていい？あれ使ったの？あ、はい。あれ網でもいいし、あれ串打てるよ。フグと白子。それコロッケのじゃがいもなんですけど、ちょっと新しいところから北あかりなんですけど、はい。熟成の北あかりなんですよね。出荷する前にそれこそあれです。福井のさつまいもみたいに熟成させて、はい。で出荷してるものみたいで、熟成させるとどう違うんですか？熟成させるとやっぱりなんだろう、でんぷん質がやっぱりしっかり出るので、それがやっぱ甘みになるって言ってました。あん肝はいつもの味付けじゃなくて今の使ってるので、上からべっこうあんで食べてもらうっていう形にしてます。逆にいつもみたいに味付けてもうあんなしでもいいのかなとも思ったんですけど、なんか茶碗蒸しあんがあった方が今回あん肝とかもあるのでスルッと食べやすいかなと思いました。そういえば試食会動画撮ってるとお客様に言われるのは結構真剣に食べるよねって言われるっていうことが、はい、ありましてですね。まあ何を考えて食べてるのかとかってなんですけど、まあどういうお酒合わせたら美味しいかなとかもちろん考えてますし、まあ、全体の味の構成とかバランスとか食感とか香りとか、はい、なんかいろいろなこと考えながら食べるんですけどお皿の上から食べてる中を想像しながらやっぱりイメージしながら料理ってこうした方がいいのかなって思うんですよね。はい、そこの想像力がうまく働けてれば働けてるほどなんでしょう、きっとお皿の上の完成度は高いのかなと思うんですけど。はい、エビ芋は2貫にします。っていうか芋どうしよう芋多いっすよね。そうですね。芋もそうだし花豆もそうだし、そうですね、食感的にそう同じようなものばっかりなんですよ。すごい重いっす。ここの皿だけ急に。そうですね。はい。わかりました。はい、ちょっと構成考え直した方がいいと思います。そうですね。はい。わかりました。はい。